この上下でフリルを作りながら、はい、毎度おこしやすつららん、雑貨やつららんの職人、ちょうちんでございます。本日はね、水墨画でチューリップ春らしいですね。描いていきたいと思います。チューリップを可愛らしく描くコツ、それから花と葉っぱの描き分けのコツなんかを紹介できればなと思ってます。この動画にはですね、英語の字幕もつけておりますので、設定からね、英文の字幕、それから中国、台湾あたりつけてるかな。設定から見てみてくださいね、海外の方。これ日本語やから伝わらんか。チピどいて。はい、というわけでね、まずね、作例からまず一通り書いて、後々説明してみたいと思います。ここの技法について。それでは書いていきます。はい、完成しました。こんな感じで葉っぱのね、バサッとした豪快なチューリップらしい葉っぱと、このね、ふわっとこう包み込むようなみずみずしい柔らかい花弁、2つの対比をね、うまく表せるようにちょっと心がけてみました。で、実際個々のね、描き方についてちょっと説明してみたいと思います。はい、じゃあ花のね、描き方をまずやってみたいと思います。チューリップってね、語源知ってますか？チューリップってね、ターバンの意味があるんですよね。包み込まれた形。そういうイメージでチューリップとなったらしいですね。ターバンから来てるんですよ。で、それを聞いたら、こうなんか包まれてるイメージがあると思うんですよね。花びらが結構こうカップ型になったものがこう合わさって、こうなんかね、中に大事なものが入ってるみたいな感じで、こう、カパッと。花の成長に合わせてバラーっとこうね、なってくるんですけど、やっぱりね、咲きたて、咲いてちょっと間もないぐらいの花がこうキュッとしてて、チューリップらしい形になってますよね。で、お子さんがチューリップを描くとしたらどんな風になるでしょうか？多くはですね、こんな風に記号化するんじゃないかなと思われます。ね、もう誰が見てもチューリップって思わされるぐらい歴史的にこのアイコン、省略の仕方は定着してますよね。あながちね、この省略の仕方間違ってなくって、
もう少しチューリップを、詳しく描いてみるとですね、三角形じゃなくって、実は逆三角形に近い形をしてるんですね。こんな形です。なぜならば花のね、この茎につく根元がしっかりしてて、こういうね、形が合わさってるんですよ。こんな感じ。じゃあ今度は花びら1枚の花弁1枚を詳しく描いてみたいと思います。中にね、こういう筋が入ってるんですよね。先ほど水墨画で描いた時に最初にシュッと入れたのはその筋です。これがセンターラインになります。このやや太い眉毛型のセンターを、基軸としてですね、左右にひらひらーっとこう、ちょっと緩やかなフリルを巻きつつセンターに行きます。で、こちらもそうですね。下方のところ逆三角形になるように、ちょっとここで急なカーブを描いて、フリフリフリという感じで、こう。で、この中央の筋から外に向かって薄い鎖脈が入ってます。こんな形がチューリップの花弁の1枚の形なんですよね。これがこういろんな方向にね、組み合わさって、チューリップの形を形成しているんですよ。で、ここに茎がつながって。なんとなくチューリップの形分かっていただけましたかね。ここのね、ギザギザあたりが、省略したチューリップに、応用されたんじゃないかなと思います。じゃあちょっと実際、彫木も兼ねて、花びらを描いてみたいと思います。で、使う筆なんですけれども、やや大きめの筆を使った方がいいと思います。で、花の部分を描くときは、これやっぱ柔らかいものには柔らかい筆を使いたいですね。ということで、花びらの部分は純羊毛を使いました。羊毛質です。墨はいつものように倒木を使っています。古木ですね。松煙木です。で、僕はあんましないんですけどね、単木と中木をあらかじめこうやって作っておいて、ここに数厘からすりたての濃木。この3点セットぐらいで、この大きな皿はパレットとして使っています。単木を筆に含ませます。ちょっとややね、水切り気味にしといてください、この一筆目は。こう布巾でね、こう拭いてもいいですね。で、ちょっとやや切り気味にした筆に、この濃木をちょんとつけて裏返します。つけた方が上になるようにね。これで、中央ラインをまず引きますね。筋です、シュッと。あ、ちょっと、墨薄かったな。もう1回目のやつでね、墨使い切っちゃうのよね。シュッと引きます。そしたら1回また筆を洗って、また単木つけ直します。この筆を洗うタイミングなんですけどね、彫木が変わるときに、やってください。例えば先ほどは両熊みたいに、両方にちょっと墨の筋が出る描き方しましたので、次は片熊に行きたいので、1回筆を洗いました。単木を含ませて、この濃木を、ちょっと墨すらなあかんな、これ。穂先3分の1ぐらいにつけます。で、これをパレット代わりのとこで左右に振ってなじませます。これが三木法みたいになってます。これでですね、先ほど筋引いた根元のところからちょっと大きめに筆を落として、この上下でフリルを作りながら、逆三角形になるように片側描きます。で、墨切れたなと思ったらもう一回ちょっとこう、付け直して、こっちも同じように、逆筆になりますね。こう書いてはダメですよ。逆筆。必ず墨の濃さが中央に集まるようにしていきます。ちょっとこれが難しく感じるんですかね。で、これまたこう、揺らしながら、上へ持っていってシュッと抜いてあげる。これでカップ型の花びら1枚が描けましたね。そしたら今度、濃木を細い筆に取って、センターから、こう、外に向かって、こう、シュッシュッシュッと軽く入れていきましょう、これは。ベタッと入れてしまうと、花びらの軽さがなくなるので、軽く入れます。そしたらまた筆を一回洗って、今度両脇に見えてる花びらですね。これを、また濃木をつけ直して、ちょっとね、筆はね、潤い気味でいいと思います、花描くときは。両側からちょっと見えてるだけなので、シュッと入って、こう包み込むような感じ。なんかおにぎり型っていうんかな。そんな感じですよね。えらいとんがってしまったな。で、また筋を入れます。花のね、この角度によってどう見えるかっていうのは、
実際スケッチをしたりね、観察してみたり、花と触れ合うことでね、分かってくると思います。こんな感じで、逆三角形を意識した花が描けましたね。じゃあ今度茎描きましょうか。茎。今度は淡墨を含ませて、先ほどと同じようにペンと片方につけたやつを上に向けていきますよ。これはシュッと軽く下ろしていきます。で、この時にかすれが出た方がなんか茎っぽくていいですよね。この速度の緩急のつけ方っていうか、花はゆっくり筆を動かしてみずみずしく描いて、茎とか葉っぱは割と早く筆を動かして、このかすれとにじみの、バリエーション豊かな絵にしたいですよね。で、これは花びらがこう真正面向いてる時のやつを描きましたけども、先ほど描いた作例のように、花びらがちょっと横向き加減のやつを描いてみたり、折り混ぜて、こう、花びらの角度を出してくださいね。これはセンターラインの描き方で、花びらに角度をつけることができると思います。例えばですね、このセンターライン、もう一回同じように描きますよ。センターをちょっと湾曲させて描きます。ちょっと長すぎた。そしたら、この左右に振ったこの幅を変えてやるんですね。墨がない。切れた。じゃあ、こっちに幅を広く取りますね。よいしょ。たっぷりこう、筆を落として、はい。で、今度は、こっちね。左側のとこは、ほら、浅めに描いてあげるんですよ。よいしょ。そしたらどうですかね、この角度がついたでしょ。そしたら同じように、こう、見えるところをね、包み込むように描いてあげればいいんです。ほら、ちょっと角度が違うチューリップが描けましたよね。こうやっていろんなバリエーションをつけるっていうか、何輪も描くときは、ちょっと、工夫して絵にメリハリをつけるようにしましょうね。これが花の基本形の描き方です。描き方ってないんですけどね、僕の描き方です。じゃあ今度は葉っぱですよね、葉っぱ。葉っぱはというと、結構ね、バサッと硬い葉っぱしてるんですね、なんか見た目。なので筆を変えて今度はちょっと硬めのこの毛質。タヌキとかね、イタチとかあると思うので、馬毛とか。そういう硬い筆を使った方がかすれが大胆に出て、葉っぱの質感は表しやすいですね。ちょっとほんまあかんけど、すすりに極汁入れました。ちょっと吸ってる時間がないので。調墨しにくいんですよね。葉っぱはね、結構ね、うねうねしてるんですよ、チューリップの葉っぱって。その大きなフリルのね、翻りっぷりをやっぱ描いてあげたいですよね。で、葉っぱの付き方っていうのは、例えば、茎がこう出てると、こうね、その茎を包むように葉っぱがこう、生えてます。で、ここからまた茎が出てくるっていう。そんな感じで葉っぱが生えてるんですね。なので、茎があって、こんな風には出てないんですよ。必ず葉っぱありきで、そこから茎が出てるので、そこら辺をね、注意して見てみてください。で、表裏の濃さで墨の翻りを表してあげると描きやすいです。例えば、淡墨を含ませてですね。で、中墨を含ませる。で、こう調墨してあげる。まず、茎を覆う裏葉の部分を描いてあげます。で、ここから茎が出てる感じですね。でですね、葉っぱの中側っていうんかな、裏っていうか表っていうか難しいところなんですけど、中側の方を濃ゆく描いてあげるんですよ。今度は中墨を全体に含ませて、濃い墨を穂先3分の1に取ります。もっと取っていいかな。3分の2ぐらい取ってもいいかもしれません。これで彫墨、うわ墨汁ってこれなんねんな。真っ黒になるんですよね。で、こう三墨法みたいにします。でちょっと水気こう切ってあげますね。そしたら、こう、翻りを表したいので、ここら辺からですね、シュッと入って、ぐっとやって、シュッと抜いてあげるんですよ。ね。一筆でなんか表せない場合は、二筆を組み合わせても大丈夫だと思います。こっちもですね、こう、ぐーっと落としてあげて、こうまたヒュッと抜いて、こうやって、シュッと抜いてあげる。このくびれがね、大事なんですよ。なぜならば、今度また淡墨。先ほど一番最初に描いた、葉っぱの薄さ。で、調墨します。
そしたらこの翻りね、ここの続きから書いてあげたらいいんですよ。よいしょ。はい。で、こっちもそうですね。ここら辺からシュッと細くしてあげて、で、この翻りの部分ね。はい。どうですかこのチューリップのふやふにゃした葉っぱの感じ。表せたんじゃないでしょうか。こういうのを組み合わせてね、葉っぱ描いていくんですよ。で、上の方はね、割と、こんな感じでちっちゃい葉っぱがついてます。で、またここから茎を出してあげて、ちょっと花描くスペースがなくなったんですけど、また先ほどのように描いていきます。ちょっと開いてるやつも加えてあげたらいいかもしれないね。こうやって。で、またこうシュッシュッシューっと筋入れてあげたら完成。どうですかねこれ一輪でも結構、葉っぱがね、フリフリがでかい分派手なので、チューリップは一輪でもいいし、先ほどみたいにね、一番最初描いたみたいに、何輪も束にして描いてみても面白いですしね。なかなか水墨画でも面白い描き方、描法の使い方が存分に発揮できるモチーフなので、これからね、チューリップの季節なので、ぜひぜひ、これまた描いてみてほしいですね。これまた色つけてもいいかもしれませんね。ピンクとか。先ほどと同じやり方でいいと思うんですよ。例えば、黄色をね、淡木に置き換えて、濃木を紅色に置き換えてですね、黄色からピンクに淡くグラデーションがかかるチューリップを描いてみたり、いろいろ応用ができると思うので、それはね、皆さんぜひぜひ自分でね、各自工夫して描いてみては面白いんじゃないでしょうか。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。字幕とかワイプうまいこと言ったかなまあこれからね、春になるといろんな花が咲いてくるので、水墨画だけじゃなくってスケッチいっぱいしてみたり、色鉛筆とスケッチブックだけでもいいので、表出てね、スケッチしてみたり、もうこんなコロナ禍ですからね、せめて感染のリスクのない方法で、こう、心を豊かにして楽しんでね、免疫力アップしましょう。墨ね、乾いちゃうと、これぐらい薄くなってしまうので、描くときはね、思い切って、墨を濃くすることをお勧めします。はい、それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またお越しやす。筋肉痛の話って言うたっけ筋肉痛なんか前の太もものとこ筋肉痛なんですけど、何の筋肉痛か分からへんっていう話を、この最後の話に持ってこようとしたんやけど、これ言うたっけ昨日。忘れた。あかん、やばい。